皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢です。ウクライナ軍の発表しているロシア軍の撃破数によると、ロシア軍の歩兵戦闘車、装甲兵輸送車などを合わせて1万両以上撃破したという節目に到達しました。今回の動画では、ウクライナ軍が2022年からこれまでどれほどの数のロシア軍の兵器類などを破壊したか、そしてどれほどの数まだロシアにはそれら兵器群が残されているかについて見ていきましょう。そして、こうして動画を作成している間も、現在もなお戦争は継続中です。戦いが継続的に行われている中で、戦争が行われていることがもはや日常化してしまったわけですが、このような状況がいいわけがありません。戦争が行われていることに対する関心がなくなるということは、逆に言えば、日本がたとえ戦争に巻き込まれたとしても、関心を持たない人々も多くなるということを同時に考えなければなりません。それでは、ウクライナ情勢の解説を始めます。ウクライナの戦場について解説するときに使う地図は、戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域です。ウクライナ軍が発表している戦果報告。2022年のロシア軍による本格的な侵攻以降、毎日のように発表を行われています。そうした戦果報告の合計として、撃破した戦車は5300両以上、戦闘車両、歩兵戦闘車や装甲兵輸送車などの合計は1万両以上となりました。ウクライナ軍がどれほどの数の兵器類を破壊したか見てみましょう。2023年11月11時点での戦果報告のまとめです。撃破した兵器類の数は以下の通りです。戦車5342両、装甲戦闘車両1万41両、火砲7527門、多連装ロケット879門、対空ミサイル579機、軍用ジェット機324機、ヘリコプター324機、ドローン5620機、各種艦艇22隻、潜水艦1隻などとなっています。小国の軍隊であれば何回か全滅した分ぐらいの数の兵器が破壊されました。日本との比較をしたい方は、自衛隊の保有している兵器類などと見て、これがどれほどの被害なのかを確認すると良いでしょう。では、どれほどの兵器類が残されているのか、エストニアが情報を出していたのでご紹介します。ロシア軍のウクライナ侵攻前の戦力は、戦車が9000両、装甲兵輸送車は3万6000両あったとされています。現在でも戦車は3000両、装甲兵輸送車は1万2000両を保有していると見積もられています。エストニアのこうした見積もりに加えて、ロシアは現在国家予算の3割以上を軍事予算としており、そこには当然のように軍需産業に対して兵器類の生産を行わせています。そのため、新たに生産される戦車類などはこの数に含まれていません。ご紹介したように大量の兵器類を破壊することに成功しているウクライナ軍ですが、同時にそれでもまだ残された兵器類はまだまだあるというのがお分かりでしょう。ただし、ここで忘れてはならないのが、じゃあだからといって保有している戦力その全てをウクライナの戦場に投入できるかといえばそうではありません。というのも、ロシアにも自分の国を守るだけの兵器類は残しておかなければならないからです。そのために、すでに保有していると主張しているステルス戦闘機は一切戦場に出てきませんし、最新の戦車についてもパレード用のものという位置づけは未だに変わらず戦場に投入されていません。新規開発された自走砲などについては戦場に出てくる可能性はあるものの、まだまだ大量生産には5年10年といった時間は必要でしょう。ロシアの場合、最新兵器を開発した後発表した以後においても、その保有数についてはほとんど増えていかないという現象がこれまで繰り返されています。だからこそ昔に製造されたものが戦場にどんどん現れるというわけです。ただ、忘れてはならないのは、ウクライナに対する支援というのは、徐々に段階的に引き上げられてきました。当初はハイマースによる供与でさえ、ロシアを刺激し、ロシアが核戦力を使って反撃してくるかもしれないなどと、恐る恐るの軍事支援だったわけです。現在のところそうした意味では、戦車についても供与するし、戦闘機についても訓練が実施され、来年の春頃には引き渡しが行われるだろうと言われています。ですから、現在の水準に至るまでのその過程においてこれほどの数を撃破したというのは評価すべきことです。一方で、現在の戦場においては、非常に懸念すべき状況が進展しています。ロシア軍の攻勢、人海戦術継続中ということです。これまでに何度か取り上げてきた東部戦線アウディーイーカの戦況において、私は非常に危機的な状況に陥っていると見ています。まずは東部戦線一番の北側クピャンスク戦役から見ておきましょう。
ピャンスク戦役においては、ロシア軍の攻勢は引き続き行われているのですが、その戦闘回数、特にウクライナ側が撃退したよという発表数においては、アウディウイカ戦役に比べると3分の1程度の戦闘数だと見られています。今のところロシア軍はウクライナ軍の陣地を崩すことができていません。一方で懸念しているアウディウイカ戦役。こちらにおいてもバフムトやマリンカ、その他の場所においても戦闘は継続中なのですが、その交戦回数についてもやはり他と比べてアウディーイカにおける戦いの方が圧倒的にその交戦回数が多くなっています。ロシア軍の攻勢はその度にウクライナ軍の迎撃にあって損害を大きく出しているのですが、それでもなおロシア軍の継続的な前進によりアウディーイカは徐々に危険な状況に陥りつつあります。当初行われたロシア軍の攻勢は町の正面、町の南側、北側、それぞれ進んで、一気に町を攻め落とそうとするものでした。しかし、激しい迎撃に遭うことによって、町の南側の攻勢については、これは頓挫したようです。また、町の正面からの攻勢に対しても、よくウクライナ軍は耐えて、これをせき止めているようです。ところが、町の北側においては、ウクライナ軍の陣地は、少しずつ押しやられて、ロシア軍の陣地が前へと少しずつながらも前進しています。この前進することそれ自体が徐々に補給路を圧迫していますし、また奪われた陣地を取り戻そうとしてウクライナ軍が反撃すると、戦いの基本原則である守りの側が有利であるということが働くこととなり、ウクライナ軍の方にも兵士の犠牲が出ています。直近ウクライナ側が報告している戦果報告の映像についても見てみましょう。ロシア軍の兵士たちが非常に多く映っているのが一つ特徴となっています。車両が少なく、そして兵士は多くといったこの映像などが現在のロシア軍の状況を表しているとみられます。兵器類については撃破数が多くなることにより、歩兵については、それら車両に群がる形で行軍している様子が見て取れます。こちらの映像でも、車両については3両しかないのですが、その周りには兵士たちが非常にたくさんいます。かなり兵士を満載する形で前線に出てきたのでしょう。ウクライナ軍の攻撃によって兵士たちがかなり散り散りになっています。そしてこちらは前進してくるロシア軍歩兵たちに対して、ウクライナ軍が迎撃している様子。アメリカが供与した歩兵戦闘車ブラッドレーが兵士たちに対して銃撃を行っているところです。このような攻撃によって多くの兵士たちが亡くなっているのですが、後続の部隊が次から次と来て完全に撃退することができていないというのがアウディーイカの町の北側の戦況となります。次に南部戦線の様子も見ておきましょう。南部戦線で現在注目されているのはヘルソン戦役です。この地域においては以前からドニプロ川を渡ってのウクライナ軍のゲリラ戦が展開されているのですが、ゲリラ戦の主体は歩兵です。歩兵だけでは大きく領土を取り戻すのはなかなか厳しいです。そのため、ロシア軍の陣地を突破するために必要な戦車や歩兵戦闘車、装甲車両などを前に出すことができるかどうか、大規模な突破作戦を行うかどうかが注目されています。現在のところ私は、ウクライナ軍のこの地域における活動はゲリラ戦の域を出ていないと見ていますが、先日ウクライナ軍は装甲車を対岸へと渡したようです。現在のところ写真が公開されているのは一両なので、その後、どれだけの戦力を追加で送ったかはわかりません。このヘルソン戦役というのはドニプロ川という大きな川があったことにより、川を防壁として使うことによって、それほど重厚な陣地群というのをロシア軍は構築していません。ロシア軍としては地続きのお隣ザポリージャ州においてスロビキンラインと呼ばれる三重の塹壕陣地ラインを構築することによって、ウクライナ軍の領土奪還作戦に備えてきました。それに比べるとヘルソン州というのはドニプロ川を大規模に部隊が渡ることはできないということを前提として有効な陣地にはなっていないのです。もしもこの地域においてウクライナ軍が大規模な突破作戦を実施し、それに伴って陣地突破を果たすことができれば、クリミア半島の根元を制圧するのには距離的にも近いですし、また防衛ラインの薄さからも言って、お隣ザポリージャ州のロシア軍に対して背後やもしくは横からといった有利な状況での戦闘を展開することも考えられるわけです。ですからこの地域においてもしかしたら大規模な領土奪還の作戦を行うかもしれないとして注目されているわけです。ただ、こうした作戦を実施できるかどうか、そして
作戦を実施したとしても、川向こうにどんどんと補給物資を送れるだけの輸送能力がウクライナにあるかどうかなど、乗り越えるべき課題はたくさんあります。これを乗り越えるための準備を進めてきたというのであれば、新たな展開を起こすことも十分可能でしょう。ロシア軍に対しての迎撃などによって、多くの戦闘車両や兵士たちが亡くなっています。しかし、通常他の国であれば、これほどの被害が出たのであれば、例えば軍のトップなどが責任を取らされて更迭されたり、もしくは作戦全体をやめるべきだといった世論などの高まりによって戦争そのものが終わる可能性というものがあります。しかし、ロシアにおいてはそうはなっていません。例えば、今回のロシア軍による本格的な侵攻に伴って失われた兵器ではなく兵士の数から言っても、ソ連時代、アフガニスタン侵攻などと比べても明らかに今の方がより大きな被害が出ているので、ロシアが侵略を一旦やめたとしても不思議ではないレベルです。ところが現在のプーチン大統領は全くその気配がないわけですから、彼の頭の中は第二次世界大戦といったより大きな戦いによって失われる数をある程度想定している可能性があります。アフガニスタン侵攻のような程度ではなく、世界大戦レベルでの損失というものを覚悟しているのであれば、現在のような死傷者も彼の頭の中では許容されているというわけです。そしてこのような状況に対してもしも国民が反対意見を言えば、警察によって逮捕され刑務所送りとなり、そして刑務所に送られると今度は命の保証のないストーム Z といった部隊に送られて、人海戦術の一環として突撃命令が下される。そして突撃命令を拒否すれば、そのような兵士に対しては懲罰部隊が建物の裏へと引きずり込んでいくといった光景へとつながるわけです。ただ、これまでのウクライナへの支援というものが段階的に上がってきて、それでいてこれだけの兵器や兵士を打ち破ってきたというのですから、私は現在の一番高いレベルでの軍事支援をさらにもう一歩拡大させて継続させることができれば、ロシアの攻勢を打ち破ることは十分に可能だと思います。少なくとも数字上はそのようなことが見えてくるわけです。ところが、こうした状況に対してストップをかけかねないのが各国の足並みの乱れ、特にアメリカです。アメリカにおいては、ウクライナ支援の予算が決まらない状況というものがずっと続いていて、軍事支援が完全にストップする可能性が見えてきました。現在でも支援に使える額の残りが少なくなってきたというのを見て、すでに支援規模について縮小し、動きが止まりつつあります。ウクライナとロシアとの1対1、全く国際的な支援がない状態であれば、国力の自力に勝っているロシアの方が当然有利になる話ですから、今後のウクライナの運命を決めるのは、国際的な支援がどうなるかにかかっていると言えるでしょう。少なくとも支援さえあればこれだけのことはできるという成果は見せているわけですから、アメリカの国民もウクライナに支援する意味があるということを評価してほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。また、このチャンネルの動画が役に立ったなと思う方は、ぜひとも他の方にもお勧めしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。